久しぶりに釣りに行こうと思ったらエンジンがかからなくなっちゃって、多分ね、古い燃料をね、5ヶ月ぐらいずっと入れっぱだから、キャブとかちょっと取り外して、ね、洗った方がいいと思う。粘性が増したり、不純物が溜まったりして、それで燃料系統が詰まってる可能性があるから、燃料一回抜いて整備をしてみよう。ここまで傷んでないけど、中新品に変えよう。年に1回ぐらいはやった方がいいらしい。これが取り寄せておいた消耗品。ギアオイルとかエンジンオイルとかはもう交換した後なんで、今回は省くんですけど、ネオネットマリンっていう楽天市場のショップで購入しました。数百円だったんだけど、この金具錆びやすいらしいんですけど、これをこういう錆びやすい金属に拭いておいて錆び止めします。海から上がった跡とか、ここが錆びると摩擦が生じて、このスターターロープが切れやすくなるらしいんで、要注意っすね。こんな感じでいいんかな。こうかね。これ会場でやるのは結構だるいな。できなくもないけど。よし。古いスターターロープが新品に変わりましたと。これもちゃんと閉まる。よいしょ。緩めたの方がこうか。右側がちょっと長い。ほんならこれを切って、これエアーなんとかスロットルのワイヤーね。抜けた。チョークのワイヤー。4ストロークエンジンのキャブレターってやつ。このパッキンも取り替えだな。これは異物が入らないように気をつけないといけない。大里屋キャブレター内の、ガスケット。次のメンテも備えて2セットずつ全部買ってます。これが今の外したガスケット。使い古されたやつよく見てたら結構錆びたり塩がついたりしてたんだけど、俺のこれはまだ結構綺麗に見える。この辺のネジとかいじっちゃいけない調節のネジがあるんで、そこの辺は気をつけながらだね。これは綺麗に取れた。取れた。そんな汚れてるようには見えん。全然めっちゃくちゃ綺麗だ。うわ、めっちゃガソリン入ってた。こっち側は、よし。なるほど。こうなってんだ。これがなんかフロートってやつだね。あんまいじらないようにしよう。この中に入ってるこいつをね、外して洗った方がいいらしい。マイナスドライバーをちょっと入るようになってる。ね、あ、もう取れてんだ。へえ。お、これがジェットってやつ。めっちゃ綺麗だ。うち洗うか。これとこれを使ってみます。キャブレタークリーナーとパーツクリーナー。泡タイプに。振るのかなこれ。別に振れとは書いてない。分解洗浄の場合、取り外したキャブレターの汚れた部分に直接吹きかけて落ちにくい部分はブラシでこすってください。洗浄がパーツクリーナーなどで本液を落としてから組み立ててください。吸入引用負荷。そうやん。汚れた部分ってどの辺だろう。この辺とかも。
こんなんでいいの？くっせえな、これ。この辺とかもなんかめっちゃ綺麗だけど。あれでいいんかな。穴という穴にぶち込んでおけば。茶色のパッキンはわかるけど、これとこれとこれってどこ？これと、この1番と、この辺にも1番。この辺のガスケットだね。このちっちゃいリングは。中の、このパッキンか。取れた。取れた。これのどこにパッキンがある？あった。なるほどね。先端にちっちゃいパッキンがついてた。これを変えるんだな。これやな。ついた。はまった。ついにパッキンを1個変えた。これも変えたいんだけど、なんかね、めっちゃ歪んでんの。大丈夫？これ。燃料こっから入ってくんだ、もしかして。そういうことか。ここで開け閉めしてんだ。今理解した。で、これを使って、こうだな。こうして、ドレン。このパッキン。パッキンっちゅうのか、ガスケットっちゅうのか。閉めました。やばい。何このピンみたいなやつ。やばいな。何これ。3番が外れたな。3番が外れて落ちた。ちょっとね、このピン調べたんだけど、キャブレターの多分ここに刺さってたんじゃないか。ここ。こうだ。なるほど。このピン気をつけないとやばい。落としてなくしたりしたら終わるわ。消耗品を変えるか。こいつだ。よし。取れた。慣れたら早いんでしょうけど。こいつが出てると。新しいのに変えて、こうやな。その前にだ。こいつを洗浄して、ちょっと乾かす。こいつもパーツクリーナーで。パーツクリーナー付け。こいつパーツクリーナー付け。パーツクリーナー。戻して。そろそろ乾いたかな。若干ね、変色しちゃって、これ。若干心配でございます。これを、ぶち込んで。しまった。ピンが抜けないように。このピンって、蓋しちゃえば抜けねえのか。最後のガスケット。じゃあ、フロート側から行くか。これさ、待って、これ向きわかんなくね？どうやって向き決めるん？ここからドレンボルトが出るあたりに調節しないと、このボルトの方角わかんなくね？これで OK だわ。これで忘れ物ないよね。ないはずだよ。こいつは可愛く見えてきたな。FF ヒーターに似てる。よし。OK。で、これをこうか。完成した新生キャブレター。で、交換するパッキンって書いてあったら、これこそガスケットだと思うんだけど、3枚。これとこれ同じやつ2枚で、これが1枚。メイドインベトナムなんだ。こんな感じの。
型番とかはパーツの一覧が載ってる設計図みたいな PDF ファイルがネット上にあるんで、それを見て型番を特定して注文しました。これエンジンは熱くなるから、こういうのは毎回交換しないと、一回外しちゃうと再利用できないですよ。これ変えなくてもよかったかもしれんけど、一応変えとくか。オッケー。一旦仮置きするしかねえか。チョークをまずぶっ刺しといて、チョークをやった上で、燃料、結構緩めについてんだ。燃料チューブ、スロットル。燃料チューブもスロットルもチョークも刺さって。で、ここから来た。ボルトを貫通させて、ガスケットをね、ボルトに刺して、あ、これで来た。よーし。で、最後にもう一個やりたいのが、燃料フィルターを詰まってないか見てみたいんで、燃料タンクを一回外してみます。おー、外れた。燃料タンクからチューブがついてて、これを外すとフィルターがあるらしいんで。来た。燃料フィルターちょっと汚れてるわ。これ掃除したいね。ああ、汚れが一緒に出てきた。交換した部品はこれ。こっちが普通ので、こっちが電装のイリジウムってやつ。イリジウムにしてみる。これで整ってほしいです。今度からこの鉄の蛍光管やめて、外が錆びると中にガソリンサビが入っちゃったりする可能性があるんで、ゴリッタっていう樹脂のガソリン用の蛍光管を買ってきました。今度からこれを使う。先端と根元にゴミが入らないようにできるんで、余計な心配をする必要がない。めっちゃ考えられてていい。完璧。最後もう一個やりたかったのが、ここを開けるとなんかアイドリングなんとかっていう、ここはなんか普段海水にドブ漬けらしいんだけど、ここがね、詰まるとあんま良くないらしくて、めっちゃ塩が詰まってるから、ここ掃除します。詰まってるわけじゃねえの？綺麗になった。塩がめっちゃ詰まってたけど。ここは拭かない方がいいらしい。
ちょっと暖気運転っていうのをしてから行こうか。